こんにちは。ゼロから行政書士第7回です。前回は精神的自由と二重の基準論を学びました。今日は経済的自由と人身の自由を取り上げます。経済活動の自由と身体をとらわれない自由の2本立てです。精神的自由との違いを意識しながら見ていきましょう。まず、経済的自由から見ていきます。経済的自由には、職業選択の自由や居住移転の自由があります。これらは憲法第22条が定めています。さらに、財産を持つ権利である財産権も経済的自由の一つです。財産権は憲法第29条が定めています。これらはまとめて私たちの暮らしや仕事を支える自由と言えます。職業選択の自由から確認します。これは自分の好きたい職業を自由に選べる権利です。選んだ職業を実際に営む営業の自由も含むと考えられています。ただし、経済的自由は精神的自由より制限を受けやすいという特徴があります。人々の安全や社会全体の調整のために規制が必要な場面が多いからです。例えば、医師や飲食店のように許可や資格を求められる職業もあります。職業への規制を考えるとき、重要なのが規制目的二分論です。規制の目的を大きく2つに分けて考える枠組みです。1つ目は消極目的の規制で国民の生命や健康を守るためのものです。2つ目は積極目的の規制で社会や経済の調和を図るためのものです。例えば、中小の事業者を保護するための規制などが考えられます。そして、目的によって審査の厳しさが変わると考えます。2つの規制の考え方を整理します。消極目的の規制は、より厳しく審査されます。生命や健康に関わるため、規制が本当に必要かを厳しく見るのです。一方、積極目的の規制は比較的緩やかに審査されます。政策的な判断は、まず立法府の裁量を尊重すべきと考えるからです。この二分論は、判例で示された考え方が土台になっています。どちらの目的の規制かを見分けることが問題を解く鍵になります。次に財産権です。憲法第29条が定めています。財産権は財産を持ち自由に使う権利を保障します。ただし、この権利も公共の福祉による制限を受けます。そして、私有財産を公共のために用いるには正当な保障が必要です。これを正当な保障の下での収用などと言います。例えば、道路を作るために土地を使う場合などが考えられます。続いて、人身の自由に移ります。人身の自由とは、不当に身体を拘束されない自由です。かつて、不当な逮捕や拷問が行われた歴史への反省があります。そのため、日本国憲法は、人身の自由を手厚く保障しています。身体の自由が奪われると、他のすべての人権も守れなくなるからです。その中心となるのが、刑事手続に関するルールです。人身の自由の土台が第31条の適正手続の保障です。これは法律の定める手続によらなければ刑罰を課されないという原則です。さらに手続だけでなく、その内容も適正であることが求められます。特に相手に告知し、意見を聞く機会を与えることが重要とされます。この告知と聴聞という考え方はしっかり覚えておきましょう。この考え方は後に行政法の分野でもなきてきます。刑事手続の主なルールも見ておきましょう。逮捕や捜索には原則として裁判官の令状が必要です。これを令状主義と言います。また、取り調べで黙っていられる黙秘権も保障されます。さらに、弁護人に助けを求める権利も認められています。これらは無実の人が不当に処罰されるのを防ぐための仕組みです。
これらは基礎法学で学んだ罪刑法定主義とも深く関わっています。ここで今日のクイズです。私有財産を公共のために用いるとき、憲法が求めるものはどれでしょうか？ A は無償で提供させることができる。B は正当な保障が必要である。C は国会の許可があれば保障は不要。少し考えてみてください。正解は B の正当な保障が必要であるです。財産権は保障され、公共に用いるには保障がいると押さえましょう。今日のまとめです。経済的自由には職業選択の自由と財産権があります。職業への規制は規制目的に分論で審査の厳しさが変わります。心身の自由の土台は31条の適正鉄図の保障です。令状主義や黙秘権など刑事鉄図のルールもセットで押さえましょう。経済的自由は精神的自由より緩やかに審査されるという違いも大切です。次回は憲法の第5回参政権と社会権です。生存権や教育を受ける権利、労働基本権を学びます。国に対して積極的に求める権利という新しい視点が出てきます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。